必ずこれで決めるっていう感覚がないので、そこがだからここで反応して上げてしまい、合気道と中国武術、ついに交わる。白川龍二、宮平保。クロスロードエボリューションブルーレイボックス全6時間半からその一部をお見せします。クロスロードエボリューション。白川先生であれば宮平先生の陳那からこういうふうに逃れることができるとか、なんかそういうことってありますか？そうですね、やっぱもし宮平先生だと多分逃れたら打撃が来て終わりだと思うんですけどもし打撃がない設定でしたら間合いを詰めたりして一応形的にはあります。それが現実的で宮平先生にやるのが現実的かどうかわかんないんですけど、陳那の形からの返し技だったり、例えばこうなるべく効かないようにするやり方っていうのは一応あります。一応形がっていうことです、一応この形で距離感がすごく大事ですので、距離を詰めるっていうのが一応な対処方法、関節の対処方法、簡単な、距離が空けば空くほど効いてしまうんですね、これ。でそれまず距離を詰めるっていう、あと脇肘を締めちゃうっていうのが結構対処方法であって、あともう一つはやっぱ関節がある程度柔らかくなるとそれに変えられないですね。であとは締める瞬間で必ずあると思うので、締める瞬間になるべくこう入っていくで倒していくことが瞬間です。でも多分先生反応のいい人は絶対その間に打撃かけるので、必ずしもこういうわけではないんですけど、一応最初のところがアプローチでどう入るか、こう決まる瞬間のところに、下にこれだけでも効かなくなるんです。なぜかっていうと関節技っていうのは相手を下げるためのものなので、自分からタイミングに合わせて入ってしまうとその効果が薄いので、あとはいろんな攻撃があるので、なるべく密着して中に入っていくと一番最初のかもしれないですよ、破れる可能性がある。打撃の問題、打撃なければ効かないと思います。およしなさい。打撃なければ柔らかいですね。やっぱり柔らかいですか？手で効かなくはできます。ただ打撃が入るとまた必ずこれで決めるっていう感覚がないので、そこがだからここで反応して上げてしまい、入っていくので、だからあまり別にこれにこだわってないので。確かに。でも確かにそこがアプローチの違い。うちでもこう自由水手、組手に変換するような技の研究してますので、こういうのをやってかけられるとすると、確かにさっきカニバサミであったりということもやってた人もいたと思いますね。これだけ決めるだけだよって考えてて稽古しているのはかなり危険なんですよね。でも逆に白川先生は、いわゆるその合気道家というか合気道の先生でありながら、想像の幅というか、そのイマジネーションの幅としてはそれをダイレクト想定されてるっていうのもすごいですよね。それが楽しいんですよね。やっぱりいろんなことを想定しないと、やっぱり型稽古であって型にはまってたらものすごい狭い世界になっちゃうんですよ。型稽古でありながらいろんなことを想像すると、その同じ型で何を学んでるかっていうのは、その柔らかい発想によって違うと思うので。ちなみに先ほどのこの2強という技はこういうふうにこう手首の関節にこう持ってかけるということに対してかけるある側が、いやこうやったら外せるんじゃないか、先ほどのように金ばさみで倒したりっていうことを言われる合気道家の方はいるんですか？いや私が勝手に想像して普段稽古してるわけじゃないんですけど、そうしますとかけるある側は一応これを極めてこうかけられるようになっていくで一応終わるという。例えばそうですよね。しっかり密着するんですよ。それからゆっくり決めていくと確実に決められる。もちろん相手の打撃食らうかもしれないけど、あと距離が詰めてきたらゆっくりお願いします。距離が詰めて、そしたらこっちへ逃げながら、でさらにテクニック効かないなと思ったらこっちでバーンといくみたいなふうに考えたり、不安定な状態じゃなくてしっかり固定しながらの関節、さらに回り合って相手蹴りを解除できるようにやっていくみたいなことはある意味洗練されたやっぱ武道という型、にこうしっかりとこう作られた稽古方法といいますかってなると、これを練習やるだけでも結構一生時間はかかったりしますけど、その中からなんていうんですかね、こうある意味枠を飛び出してというか、その部分を白川先生はまさに行かれてるわけですから、そこがすごいなと思ってる部分ですね。
ですから当然関節技だけにこだわられてるわけではないでしょうし、先ほどの質問も打撃に関するものでしたよね。あと蹴り、さらに言うと武器とかいろんな部分も興味おありだと思うので、そこがやっぱりすごいなと思いますね。二強とか SG 系じゃない関節技っていうのは先生、陳羅でありますでしょうか。そうですね、いろんなものがありますけど、これ白川先生の手首だったらかかりますね。こういったもので、これはいわゆるここで勝負さないのではなくて、少しですね、いわゆる指ではないんですけど、こうですね、ここでちょっとこのちょっと力が入らない。でこういう形なんですというのがありますね。感じます。関係者で分かります。親方どうぞ。ここ開ける。こので、開けたらあるか分かるんですが、この形です。で、これも片目じゃなくて、のためですね。これもまた似てるんですけど違いますね。もう最初のこの決め、ここで決まってるんですよね。普通でしたら楽しみにしておりました。はい。いつもいろいろ拝見してます。お願いします。はい、お願いします。おお。パッとこう蹴ると思うんですけど、これに関してこう蹴るではなくて、はい。おお。こんな言い方なんですよね。非常に顎をいきます。で、いきます。で、ここで、ここが空いてるとここが逃げて何かやるので、ここつける。で、ここ足。ということで、可能なら相手を頭から。これじゃないですか。僕はここに確実に突きたい。それからこの目をこれでここに持ってくるってことです。